おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、質問&リクエストフォームからの、ピックアップになります。3つあります。1つ目、テレキャスターのピックアップの載せ替えを検討中で、ネック側は決定しています。ブリッジ側を決めるのに参考にさせていただきたく、ピックアップの抵抗値についての質問です。ミックスで出力した場合、抵抗値の違いによってよりキャラが強く出るのは抵抗値の高い方でしょうか、それとも低い方でしょうか。2つ目、オープンペグのメンテナンス方法を教えてください。3つ目、原稿が高くなった時、半音緩めてしばらく放置して原稿を下げるようにしていますが、問題ないのでしょうか。3つについて答えていきたいと思います。それではまず1つ目。2つのピックアップを、ミックスして出すときに抵抗値が高い場合、イコール抵抗値が高いっていうのは、単純に考えると出力が高いというふうに考えていいと思います。2つのピックアップをミックスで出したときにどっちのキャラがより強調されるかっていうことですよね。で、感覚的な話で言いますと、当然ながら、出力が高い、抵抗値が高い方が、出力は高いので、そっちのピックアップのキャラクターの方が強く出ますよね。一番わかりやすいのは SSH シングルハムっていうレイアウトで、ちょっとここはやめましょうか。出力が高いのは当然ハンバッカーですよね。で、出力が低いのは、シングル。単純にミックスして出した時に、感覚的にわかると思うんですけれど、ハンバッカーの音と、シングルの音、どちらの音がより多く感じるかって言いますと、ハンバッキングの音の方がかなり大きく感じると思うんですよ。ところが、これにコイルタップがついてる場合、だいたい2つの出力が同じになると、普通のストラトのシングルのハーフトーンのような、音になりますよね。ハンバッキングらしさっていうのは、全く消えてなくなると思うんですよ。消えてなくなるって言ったら、ちょっと言葉が、大げさすぎかもしれませんけれど、なので、単純に、電気的な云々とかそういうのは、抜きにして、感覚として考えた場合に、ハンバッキング、出力が大きい方と低い方を比べると、出力が大きい方のキャラクターがより強調されますよね。ただこれはあくまで出力とかの観点からで、ピックアップってそれぞれコイルの巻き方とか、出るキャラクター、周波数、例えばこのピックアップは周波数のどの帯域がすごく強く強調されて出るとかってそういう問題もあるので、ハンバッキングとシングルとかっていうものすごい出力差があるんであれば、当然ハンバッキングの方が強調されますけれど、これがシングル同士で大して出力の差がないっていう場合であれば、一概にどっちのキャラクターの方が大きく感じるかっていうのはちょっとわからないですよね。もうその組み合わせ次第だと思います。はい。では次いきます。オープンペグのメンテナンス方法を教えてください。オープンペグうちにあったかな。ちょっとこんなものしかなかったんですけれど、これクラシックギターの、ペグですね。基本的にはオープンペグのメンテナンス方法といっても、歯車のこの噛み合う部分に、グリスを塗布するとか、爪楊枝でピッ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 ってつけることが多いです。回した時にかなり硬いとかっていう場合結構あるんですけれど、実際のここの、ギアの噛み合わせ部分がきついんではなくて、大抵ですね、この軸受けの部分がかなりきつかったり、硬いとか緩いとかっていう風なことが結構あります。で、あともう一つクラシックギターの場合は、このポストの部分が木に埋まってますよね、少しだけ。で、その木に埋まってる部分のところで、かなりきつかったり、もしくは位置が少し微妙にずれていて、で、そこの部分の摩擦で、動きがすごく硬いとかっていうのが結構あります。という感じで、メンテナンスというよりかは、硬くなった時のグリスの塗布する場所みたいな説明になってしまいましたけれど、日頃のメンテナンスに関しては、例えば、ホコリが付着してきたら、それを圧縮空気で吹き飛ばすとか、そういった感じでいいと思うんですよね。
では最後、原稿が高くなった時、半音緩めてしばらく放置して原稿を下げるようにしていますが、問題ないのでしょうか。原稿が高くなったっていう時は、アコースティックギターの場合はトップの膨らみの変化もあるので一概には言えないんですけれど、ネックが順反りになったっていうことですよね。で、原稿が低くなったっていう時は逆に今度ネックが逆反りになったっていうことですね。仮にこのご質問のように原稿が高くなった、つまりネックがこう少し順反りしたっていうことであれば、弦を緩めてチューニングを半音ぐらい緩めてで、対処するっていうことなので、そういう方法は私はしません。というのも、ネックがこうやって順反りなり、逆反りなり変化するってことは当たり前のことなので、そういうふうにネックが変化したのであれば、トラスロット調整でネックをまっすぐに私はします。アコースティックの場合ですと、ネックはまっすぐにもかかわらず原稿が上がった下がったっていうのはあります。で、それはトップが膨らんだか低くなったかなんですけれど、その場合はブリッジサドルを低くするか、で、人によっては、これ前も話しましたけれど、夏用のブリッジサドルと冬用のブリッジサドルと2つ持っている方もいらっしゃいます。つまりトップが膨らんだ時は低いブリッジサドルを用意してそれを取り付ける。で、逆に今度、原稿が低くなった場合、トップがこう沈んだ場合に関しては、ブリッジサドルは高いブリッジサドルを取り付けて、それで原稿を、調節してるっていう方もいらっしゃいますね。結論としては、弦を緩めて、そういうふうなことに対処するっていうのは良くないと思います。はい、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。